もう何もしない。歌もダンスも価値観が広がったっていうか、自分に自信がある時ほど幸せな時はないし、デビューしたらやってみたいことをどんどん挑戦できたらいいなと。東京都出身17歳の薄葉芽衣です。今は学生をやってます。今までこうやって日本のアーティストになろうって思ったことがなくて、でも今回このオーディション番組を知ってすごい初めて見るコンセプトっていうか、新しいし今までにないのがすごい私的に惹かれて、ここだったらいろんな新しい人とか刺激をもらえる人に出会えるんじゃないかなと思い応募しました。やっぱり今まで私は高校の友達とかダンスの友達とかしかいなかったので、この場に来ていろんなキャリアを持ってる子が来て、そういう子たちに出会えて一気に世界が広がった感じがしますし、なんか価値観が広がったっていうか、こういう道もあるんだなみたいな世界が広がった感じがしますね。小さい時の性格はまあでもすごい元気な感じで、人見知りとかはもともとしないタイプで今もしないし、あんまり変わってないと思います。家族構成は弟が2人いて、私は長女なんですけど、すごい弟の面倒を見てあげるということもあんま普段からしてなくて、わりかし自分は自分で生きてるっていうか、別に家族は普通に仲いいんですけど、みんなやってることが違くて、家族が。自分はこの道を選んでるし、弟たちは弟たちで違う道を選んでるから、そんなにお互い高め合ってとかいうことはしてないけど、すごい今後できたらいいなとは思ってます。私はもともと韓国の会社に入るためにちょっと練習をしてた時期があって、その時に結構私も前から好きだった番組の最終候補まで行ったんですけど、まあ最後で落ちちゃって、その時にやっぱり向いてないのかなっていうか、もともと私はずっとこの道を目指して頑張ってきたわけでもなくて、ただすごい興味があるし関心があるし、こうなれたらいいなみたいな憧れのままでいたから、そこで一回落ちた後日本に帰って止まっちゃった時期があって、もう何もしない。歌もダンスも何もしてないし、ただ普通に高校通って友達と遊んでテスト受けてみたいな日々を送っていた時は、すごい挫折と言えるものではないと思うんですけど、自分的に、ずっとやりたいことがなくて、やっと見つけたけど結局それがダメで、そこで一回諦めちゃった時にすごい気持ちが落ちた時期があって、それを挫折とも言えるかなと思います。まだ私は全然いろんなことを経験できてないと思ってるし、それこそこのオーディションのプロジェクトに今ここまで残れてて、こんな今まで出会ったことない素敵な人たちに出会えて、すごい自分自身刺激をたくさん受けれてるなって思えてることが、自分的にはすごい成功体験でもないけど、すごい人生において良かったなって思えてます。もともと小学校の頃に親がダンスを始めさせてくれて、ダンスをやってたんですけど、それも中学校に入ったらすぐやめちゃって、もうやらないつもりではいたんですけど、そこでちょっとやってみないって言ってくださった方がいて、その人をきっかけにもう一回
ダンスを始めるようになったりとか、新しく歌もやってみたり、そういう機会をいただけたので、やっぱその方との出会いというか、私を変えてくれたかなと思ってます。すごい全部刺激的で、全部印象には残ってるんですけど、特に1個前のダブダブで披露させていただいたチーム、5人のチームはみんなキャリアが違うし、私からしたら今までにないタイプの人たちが揃ってて、すごいなんか勉強になったし、刺激受けたし、自分が頑張らなきゃいけないところとか、足りてないところを一人一人が違う個性を持ってたから、すごいなんて言うんだろう、一人一人にリスペクトもあったし、すごい自分的に気持ちが成長したなっていうか、実力が成長したとは言えないんですけど、やっぱりもうちょっと頑張ろうとか思うきっかけになったので、この間の審査の時が一番成長を感じました。でもやっぱり私はなんか他の方々で、それこそ今まさに芸能活動をしてる人とか、もう何年も前から芸能活動をしてきた人っていう、そういう人たちと同じスタートラインに立って頑張っていくってことが今までなかったので、やっぱり改めてそういう人たちを見ると、同じ立場に今自分が立ってそういう人たちを見ると、すごい経験が生かされてるなって思いますし、本当今までに感じたことないくらい刺激を受けてます。こういう道もあるんだなって、すごい本当に世界が広がって、その人たちのおかげで、それはめちゃくちゃ印象に残ってます。成長したポイントはマインドだと思います。やっぱり実力とかはまだまだやんないことが死ぬほどあると思うし、もっと頑張っていきたいんですけど、気持ちに関してはもう本当に他の参加者に出会ったことで、私はすごいモチベーションとか、もう根本的なマインドが変わったと思ってて、私が一番成長したと思えるポイントはマインドかなと思ってます。やっぱり自分に自信を持ってない時期が一番辛くて、今まで自分に自信がある時ほど幸せな時はないし、だから外に出たりする時はもう絶対に自分が満足のいくビジュアルとかファッションで出れるようにしてます。あと靴下履く時は絶対に靴下は気を抜かないっていうことを意識してます。柄が絶対ついてるもの、無地ではなくみたいな。それが結構自分の中で結構最近気づいたんですけど、だから靴下はもう本当にちょっと家出てコンビニ行く時とかも可愛い靴下を履くっていうことは意識しております。これね、難しいけどね、なんだろう考えたんだけど全然出てこない。一言ですよね。まあでも自由自由だと思います。自由に自分のやりたいことに正直に向き合えてる自信はあるので、自由って言葉が一番いいんじゃないでしょうか。デビューできたら叶えたいこと、なんか私は今までこれといってやりたいって思ったことがあんまりなかったし、すごい曖昧だったんですけど、このプロジェクト通して結構明確になってきたというか、自分がやってみたいこと、本当にちょっと気になってる分野とか、自分的にはすごい明確になってきたなと思っているので、デビューしたら自分のやってみたいことをどんどん
挑戦できたらいいなと思っています。私は人生でそんな応援されるっていう経験を今までしてないので、まだ感覚が分かってないっていうか、そういう方々がいるのもまだあまり、信じられてないっていうか分かってないんですけど、もし私を見て応援してくださってる方々がいたら本当に力になるし、頑張ろうと思える一番のモチベーションになるので、これからも見守っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。決まった言葉に対しては全員そのビデオをやっていく中で自分で出した自分への評価とか